海岸線を走っていると正面に船が見えてきました。クジラの尻尾もあるのだ。全国いろいろな水族館を訪れましたが、今回訪れたのは少し変わった水族館です。どう変わっているのだ？水族館ですが、クジラ専門の博物館でもあるんです。それは一体どこなのだ？訪れたのは和歌山県太地町にある太地町立クジラの博物館です。クジラの博物館は捕鯨の歴史や文化、クジラ類の生態に関する貴重な資料が展示されています。水族館としても珍しいクジラショー、イルカショー、餌やり体験などを楽しめます。クジラの博物館は展示や触れ合い体験、ショーなどを通して五感で体験し、楽しみながらクジラについて学ぶことができる施設を目指しているそうです。すごく楽しみなのだ。それでは博物館の本館に入ります。本館1階には巨大なクジラの全身骨格標本が展示されていました。標本がいっぱいあるのだ。セミクジラの頭の大きさには驚きます。でかいのだ。もちろん胸骨も巨大です。こちらはシャチの骨格です。十分大きいですが、セミクジラと比べると小さく感じます。でもでかいのだ。こちらはコククジラの幼体の骨格です。それでもこれだけ大きくて、成長すると15メートルにもなるんだそうです。他にもマッコウクジラの下顎の骨や様々なクジラに関する興味深い資料がわかりやすく展示されていました。クジラについていろいろと勉強になったのだ。こちらはセミクジラの実物大模型です。近くで見るとすごい迫力です。昔の捕鯨で使われたセコ船も一緒に展示されていました。太地で開発されたと言われる網掛け付き鳥捕鯨を再現したジオラマでは、多くのセコ船が協力し合ってクジラを湾に追い込む様子が再現されていました。すごい数の船なのだ。クジラ船についても展示されていました。クジラ船は単なる漁船ではなく、船体に竜や虎など華やかな模様が描かれていたそうです。模型の他に昔の資料をもとに現代の画家が描き下ろしたクジラ船の華やかな衣装図も展示されていました。こちらは現存する貴重なクジラ船の実物資料です。そして近代化された捕鯨技術も展示されていました。売店では様々なクジラやイルカの関連グッズが販売されていました。かわいいグッズがいっぱいなのだ。本館を出て園内を見に行くと、巨大なシロナガスクジラの全身骨格標本が展示されていました。推定で体長26メートル、体重106トンだそうです。1880年代初頭にノルウェーで捕獲された実物骨格の精密なレプリカです。世界最大の骨格はとてつもない大きさなのだ。シロナガスクジラ骨格の隣はクジラショーエリアです。ちょうどクジラショーが始まるので見に行きました。ワクワクするのだ。
世界中の海に広く分布しており、ここ熊本では1年を通して観測することができます。長く先の尖った胸びれや鎌の形をした背びれも花本島の特徴の一つなんです。数十頭の群れで暮らし、自然界では主にイカを好んで食べています。花本島の全身の白い水跡がマスの葉のように見えることから、別名松葉本島とも呼ばれています。続いてご紹介するのはオキゴンドウ。全身真っ黒で細長い体が特徴的なクジラです。暖かい海に広く分布しており、50頭ほどの群れを作って生活をしています。沖合を好むその性質からオキゴンドウと名付けられました。活発で好奇心旺盛な性格のオキゴンドウ。尾びれを水面に打ちつけるこんな行動もクジラたちが普段よく見せてくれる行動の一つなんです。尾びれの力強さ感じていただけましたでしょうか。大西洋の沖合に広がるここ熊本では、毎年7月から8月頃に観測することができます。最後にご紹介するのは鳴き声を一つに変えていますコビルゴンドウ。ずっしりとした体型と丸く大きな頭が特徴的なクジラです。そして大きな体に対してこの小さな胸びれがコビルゴンドウの名前の由来になっており、特徴の一つなんです。大きな体に対して小さな胸びれ、皆様にもお分かりいただけますでしょうか。コビルゴンドウのもう一つの特徴は、丸く大きなこの頭。成長とともに大きくなり、メスよりもオスの方が頭が大きくなっていきます。魚おる。コビルゴンドウはこのシングルに生息する代表的なクジラの一種です。これさ、皆様、クジラたちの体の特徴や性格などお分かりいただけますでしょうか。なんか結構そこのここからはクジラたちによるダイナミックなパフォーマンスをお楽しみください。今何時？まずはラップラップ。かっこよく決めてきてください。結構ちょっと歩いてる。どこじゃん？続いて花のスリーループ。オキゴンドウも頑張ります。今ご覧いただいているオキゴンドウ、体長約4.9メートル、体重が760キロあります。花の動画バックラップ。
バイバイが可愛いのだ。これをもちましてクジラの情報を終了させていただきます。すごく楽しかったのだ。クジラの博物館では珍しいクジラだけのショー以外にイルカショーや間近でイルカたちを見ることができます。今回は時間が長くなったのでその様子は次回ご紹介します。動画をご覧いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。